ゲストハウス&キッチン長谷の三上と申します。今はいわき市の、湯本温泉の方で、ゲストハウスとあと飲食店の方をやっております。1階が飲食店で2階が宿泊施設になります。で1階の方は、食べるアンテナショップじゃないんですけども、こういわきだったりとか福島県の、一次加工されたものなどを、簡単調理してお出しするっていうようなお店になっていますね。例えばその小名浜にある上野台豊商店さんの冷凍のポーポー焼きをここで加熱してお出ししたりとか、あとは、ワンダーファームさんのトマトだったりとか、そういったものも調理して出したりとかして、旅行で来られた方とかに召し上がっていただいて、美味しかった次の日にじゃあここで行けば買えるよみたいな感じで買ってお土産なんかにしてもらったりとかっていうこともありますね。あとは地元の方にもご利用いただいて、旅で来られた方と地元の方が交流するような場所っていうのを目指して今1階の方はやっております。で2階部分については宿泊施設ゲストハウスの方をやっておりますので、単純に泊まるだけじゃなくて、お客さん同士で交流が図れるような、そんな宿を目指してやっております。はい、そうですね。もともと私はちょっと以前10年ぐらいもう前ですけどもバックパッカーをやっていて、ちょっと海外をフラフラしていた時期があって、その時に結構ゲストハウスを泊まり歩いていた時期があって、その時に将来的にはこういった宿やりたいなって思うようになって、帰国したという感じです。ただ旅で結構お金も使っちゃったので、また宿の資金を貯めるのにちょっと働いて貯めようかなっていうんで会社に入って、そこで入った会社の転勤でいわきの方が来ました。でお金も貯まったので、じゃあそろそろ始めようかなっていう感じでこちらの方でゲストハウス始めたというような経緯ですね。なんですかね、これって言って転機になるようなエピソードはないんですけども、私のルーツがもともと実は祖母が福井県で旅館をやっていて、で小さい頃からお客さんにお料理出したりとかの手伝いをしていたりとか、そういったこともやっていたので、そもそも宿泊業っていうものは結構身近なところにあったんですね。ただ別に大学卒業して新卒で入る時にそっちの道に進もうとかっていうのは全く考えてはいなくて、ずっと普通に東京で商社で働いてたんですけども、それで普通にこのままサラリーマンやっていくんだろうなみたいな感じだったんですけど、実際にバックパッカーの旅に出てゲストハウスに泊まると、やっぱりその時初めて会う人といろんな話をしたりとかして、で当時は10年前は、ネットはもちろんあったんですけども、今ほどは発達してなかったので、やっぱネットじゃ見つけられない情報とかガイドブックじゃ見つけられないような情報がやっぱそこのゲストハウスに泊まることでいろいろと出てきたりとかして、こっからこの町実は行ける方法ないってなってるけどもローカルなバスだけ走ってるんだよとか、そういうの教えてもらったりとか、例えば次そこの町行くのっつって、だったら一緒に行かないみたいな感じで、その次の目的地に行く間の道連れができたりとか、そういったなんていうんですかね、普通の多分宿に泊まってたんじゃ体験できないようないろんなことができたので、それで帰ってきて日本帰ってきても何か仕事はしないといけないので、その時にこういう場所を今度は提供する側に回りたいなって思うようになって、ゲストハウスやったって感じですかね。そうですね、回った国の数だと50カ国ぐらいで、主によく回った国だと中南米、あとは、東南アジア、ヨーロッパも結構回ったりとか、イギリスとかはそうですね、1ヶ月間、レンタカー借りて、で7月ですごく時期も良かったのでロンドンでのアウトドアショップ行ってキャンプ道具一式買い揃えて、でその1ヶ月間キャンプしながらイギリスをぐるっと一周したりとか、そういうこともしましたね。
こちらハセっていう名前なんですけども、意味は2つ大きくあります。まず先ほどちょっとお話しした祖母の宿がハセっていう名前だったんですね。でその祖母の宿っていうのはもともと母方の実家で、母親の旧姓がハセで、そのままハセっていう宿をやっていて、でただもう祖母ももう亡くなって宿自体は廃業になっちゃったんですけども、ここでまたこういう宿泊業をやらせてもらうので、その祖母がやっていた宿のハセっていう名前を1個取ってますと。でこのハセなんですけども、アルファベットにした時のスペルが HACE なんですね。 SE じゃなくて。でこれなんで CE なのかっていうと、実はちょっとスペイン語でスペイン語の読み方だと汗ってなるんですけども、スペイン語だとどういうふうな意味があるかっていうと、作るとかやるっていう動詞の意味なんですね。なのでここで新しくその地元の人とか旅行者との縁を作ったりとか、新しいことをやる場所になったりとか、そういうことができたらいいなっていう意味でハセっていう名前にしました。それじゃあどうぞ。こちら側は縁側のお席になりますね。で夏とかになりましたら、ここガラス面の方を全部開放して、もう外と一体化するような形で、外を見ながら風呂上がりにビール飲んだりとか、そういった感じで使えるお席になります。全部 DIY みたいな感じで。そうですね、全部 DIY で、はい。いかんさん一人でやられてます。そうですね、はい。でこちらがメインのテーブルになりますね。こちらは、テーブル全部くっつければ10人ぐらいの方で皆さんでお食事したりとか、あとはパーティーでご利用になったりとかっていう場合もあったりとかします。こちらはですね、壁紙なんですけども、ミシャと、浮世絵が混ざったような壁紙で、東京の恵比寿にワルパっていう壁紙の専門店があって、そちらにですね、なんか壁紙の専門家というかコンシェルジュみたいな人がいて、何万種類もあるカタログの中からうちの宿のコンセプト、海外の方とか地元の人がこう縁を作ってこう結びつくような、そういった宿にしたいっていう話をしたところ、何個かある候補の中からこれが1個出てきて、ですごく気に入ったのでこちらの方を選んでここにうちの象徴となるような壁紙っていうことで貼りましたね。もともとイタリアのデザイナーさんの作品みたいで、なんで注文してから船便で3ヶ月ぐらいかかってやっと届いた壁紙ですね。ただおかげさまでやっぱりうちに来ていただいたお客様とかが、他の方に話する時とかになんか浮世絵のあるお店でしょみたいな、そういう感じで結構やっぱ皆さん覚えていただいたので、すごく良かったなと思ってます。結構うちは物とか、こういう壁紙もそうなんですけども、気に入ったものを先に決めちゃってそれに合わせていくっていうのが結構あって、例えばこのソファーとかもすごい早い時期に気に入ったんですけども、このソファーセットですね。でこのソファーセットも最初にもう買ってから、ここの空間をデザインしたっていう形になるんですよ。なのですごいなんか作り付け感みたいな感じでピタッとはまるのも、全部もう最初にソファーのサイズを測ってそれに合わせてこの壁をここに設置するとか、そういうのを全部決めたのでピタッとはまるような感じのデザインになってますね。この天板はもともとここの建物にあった建具を再利用して作ったものですね。もともとこれはその建具の下半分で、上半分が障子みたいになっていて、それをカットして、下半分をテーブルの天板で、上半分は後でご紹介する2階の方の照明のなんていうんですか、ちょっと受けみたいな感じで使ったりしてます。私結構その外のところでよくその DIY の作業をしてたんですけども、結構いろいろ地元の方とお話とかをさせてもらう機会があって、その時にその自分が結構年配の方とかで、自分が生まれ育った町の景色がどんどん変わっていっちゃうのが寂しいんだよねなんていう
お話があったので、であればまあ一番表の外観ぐらいはこう昔の風景を残すのもいいかなって。あとはまあ結果的になんですけども、結構そのギャップが受けるというか、外がなんかよくわかんない昔の古びたタクシー会社なのに中がこんな感じなんで、それをなんか喜んでいただくお客さんもいらっしゃったりはしますね。こちらバーカウンターになりますね。でやっぱり私も旅をしていて、バックパッカーでずっと旅をしてると、最初のうちは観光地巡ったりとかするのも楽しいんですけども、だんだん飽きてきて、最後何が楽しかったかなっていうと、やっぱバスへの飲み屋に入って地元のおっちゃんとかと、言葉よく分かんないながらもこうコミュニケーションを取ったりするのが楽しかったんで、そういう場所を作りたいなと思ってここは作ってます。でいろいろと話のきっかけになるようなお酒を置いたりとか、あとは私も旅しててやっぱ結構スマホが旅だと必需品なので、こういう感じでどこでも充電できるようにカウンターに設置したりとか、そういうような作りにしていますね。はい、そうですね。人気のメニューとかだとやっぱティートイットさんのカレーとか、ティートイットさんってキッチンカーでいわきでいろんなところで出店しているカレー屋さんがあるんですけども、キッチンカーなのでやっぱりその日その場所に行かないと食べられないんですけども、うちに来ればそのティートイットさんのカレーをうちは冷凍で仕入れてますので、それをお出ししてますので、いつでもティートイットさんのカレーが食べられるということですごい人気ですね。はい、こちらはそうですね、ここは実はオープン当時はなかったスペースなんですけども、ゲストハウスっていうことでいろいろなその情報の交差点みたいな場所になればいいかなと思って、湯本だったりいわきのいろいろな他のお店さんの情報があったりとか、あとはイベントの情報であったり、あとちょっとしたお土産ですね。湯本でしか買えないようなお土産なんかっていうものもいろいろ一部取り置いたりしてますね。はい。そうですね。これは妻の実家が農家なんですけども、結構やっぱその地区でのなんていうんですかね、庄屋さんじゃないんですけど、結構取りまとめた大きな農家さんだったみたいで、立派な蔵があって、その蔵の中にあったものです。で何なのかっていうと、これ実は昔の米びつの蓋みたいですね。昔はなんか結構縦に長い大きな米びつにその収穫したお米を入れてたみたいなんですけども、その時に蓋をこうなんか縦にガン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 って板をこうかぶせていくらしいんですね。でそれがやっぱりその一枚一枚というか、その1個の米びつごとに蓋が決まってるらしいんですよ。やっぱ木の形が微妙に違うから。で隙間なくピタってちゃんと埋まるようにっていうので作られてるみたいで、それが他の板だとやっぱり具合が悪いので、それがちゃんとセットだよっていうのが分かるようにこうそれぞれの板に書いてあるんですよね。なんでこれはもともと書いてあったもので、例えばこの上から見るとこれが12345ってなってたりとかするんですけども、これでも1枚の蓋とか、こっち側から見ると多分いろはにってなってると思うんですけど、これはこれで1枚の蓋みたいな感じで、それぞれがセットになってるものをこう救出してきたっていうのは変なんですけど、なんかもう薪にしようと思ってたらしいんで今は使ってないものなんで、そう薪にしようと思ってたから、それを薪にするんだったらくださいっつってもらってきて、ここでちょっと再利用させてもらったっていうような、そんな感じですね。写真とかこれはそうですね、私がバックパッカー時代に撮った写真の一部をちょっとせっかくなんで飾ったという感じですかね。はい、そうですね。こちらがお2階ですね。でここから先がゲストハウスで、一応宿泊者の方以外は立ち入り禁止の場所になりますね。奥はこういう感じで、はい。でこちらが宿泊者専用の、交流スペースになりますね。であとカウンターキッチンもありますので、簡単に自炊とかもできるようになってます。そうですね。これさっき言ってた下のテーブルの上半分の部分ですね。建具を半分に切ったうちの上半分の障子の側を4枚をこう合わせて、で
照明のちょっとカバーみたいな感じで使っている形ですね。最近だと例えばワールドカップの決勝戦とかをプロジェクターもあるので宿泊者の方その日たまたま居合わせた方みんなでなんか見たりとかそういうことはしたりとかしてましたね。はい。そうですね、基本的には私もこの町に住んでる人間なのでこの町に住む人間私含めてが居心地のいい町にどんどんなっていけばいいなと思っていて、なのであんまなんかどっちかというと地域のためっていうよりか自分が過ごしやすいからっていうのがまず大事前提で、まあそんな中で今やってることとして新しく今度サウナを始めたんですけども、それも私がサウナが好きだから、で近くにいつでも入れるサウナがあるといいなっていうのが最初きっかけでサウナは今作りましたと。いっぱいあるんですよね。いっぱいあるんですけども、別に具体的に何かが決まってるとかっていうことは全くなくて、いろいろあるんですけども、例えば今考えてるのだと、射的バーとか、やっぱ温泉地っていう射的欲しいなって思うので、そういう射的ができる。ただまあその子供だけが楽しむんじゃなくて、ちょっとバーにしてみて、例えば景品をおつまみにするとか、柿ピーの入っているなんかこう小瓶とかをこう置いといて、それを射的で撃つとそれがもらえるとか、そういう感じでなんかやっていくと面白いかななんていうのは思ってるので、そういう射的バーやりたかったりとか、あとは今うちの宿も一棟貸しっていう形で貸し切りのプランとか出してるんですけども、おかげさまでこれが結構好評なので、またこの近くでどっか使わせていただくような空き家が出てくるのであれば、そういった空き家を改装して一棟貸しの宿みたいなものもやりたいなって思ってますね。あとはまあ他にもプライベートバーやってみたりとか、ワーケーションスペース作ってみたかったりとか、まあ、自分がやっぱここで事務仕事とかすること多いんですけども、ちょっと気分転換でもうちょっとなんか居心地のいい仕事スペースみたいなのが欲しかったりするので、そういう場所を作ったりとかできたらいいかななんて思ったりしますね。まずはハセっていうゲストハウスがこのサハコエリアの玄関口になってもらって、まずはここに来ていただいて、ここに点在しているいろいろ面白いなものを案内したりとかして散らばっていただいて、体験した後にまたここ戻ってきてこんなだったよあんなだったよっていうようなコミュニケーションが取れる場所にここはなればいいかなっていうふうに思ってます。